球の皆さんこんにちは、月くんと申します。突然ですが皆さん、数あるウルトラシリーズの中で最も登場怪獣の知名度がある作品って何だと思いますか？そうだね、ザ・ウルトラマンだね。まあザ・ウルトラマンにももちろん魅力的な怪獣はたくさんいるんですけど、知名度1番では絶対ないということで、まあそんな冗談は置いといて、一番登場怪獣の知名度が高い作品といえばウルトラマン、初代ウルトラマンですよね。本当にスター怪獣揃いで、ウルトラファンじゃない世間一般の人が知ってるウルトラ怪獣って大半が初代の怪獣だと思うんですよね。それくらいぶっちぎりのスター集団の中で、じゃあ逆に一番マイナーな怪獣って誰だというのを好みとか関係なく皆さんと一緒に決めてみようじゃないかという動画です。最終的に3体に絞れればと思ってます。初代怪獣たちの知名度の高さを逆手に取った企画となっています。はい、では考えていこうと思うんですけど、最初に断っておきたいのは、これは別にあくまで一般的に知名度が一番ないであろう怪獣を好みとか関係なく選ぶというだけで、これに選ばれたからといってその怪獣に魅力がないとか言いたいわけではないので、その辺ご理解いただけると嬉しいですと、キングオブマイナー候補の怪獣たちも申しております。はい、それではまず誰でも知ってる人気者リア充陽キャスター怪獣たちはさっさと候補から消してしまいましょう。バルタン星人、レッドキング、ピグモン、ゴモラ、ダダ、ゼットン。この辺りはウルトラに全く詳しくない人でも知ってる可能性があるレベルの、公式からの待遇にも恵まれた超絶人気者グループなんで、嫉妬してしまいそうなんでちゃっちゃとご退場願いましょう。で次なんですけど、ウルトラあんまり詳しくないけど昔見てたよぐらいの、ウルトラをかじってるぐらいの人ならまあ知ってるだろうなというレベルで、ベムラ、ネロンガ、アントラ、ガボラ、ジラース、テレスドン、ザラブ星人、ジャミラ、メフィラス星人、ケムール人あたりですかね。新ウルトラマン登場組はその補正も込みで選んでます。知名度絶対上がるはずなんで。ジャミラとかも体操服とかパジャマとかで真似してる人多かったので知ってる人も多いかと思います。で次はウルトラを何作品かは見たことあるくらいの人なら知ってる可能性が高いのが、ラゴン、ゲスラ、ペスター、ブルトン、バニラ、アオラス、ケムラ、グビラ、ウー、シーボーズ、ザラガスあたりではないかと思います。さっきのグループとあんまり差がないのでいろいろ言いたいことある方多いと思うんですけど、大体ざっくりと分けてるだけなんで深い意味はないです。しかもここまでに登場している怪獣たち絶対知名度最下位じゃないんで、選考には影響しないので許してください。こうしてみるとグビラは出世しましたよね。ニュージェネで出世した怪獣たちという動画をそのうち出そうと考えてるんですけど、このグビラはまさにそれだと思います。月くんが幼い頃とかめっちゃマイナー扱いでしたよこの子。で次なんですけど、正直全員知ってて当然の身からすると、この辺まで来るともうグループ分けできないですね。この中だと一番ウルトラ怪獣の玩具やコレクターアイテムとしてメジャーなシリーズでソフビ化されているチャンドラ、ギャンゴ、ドドンゴ、ガマクジラ、ヒドラ、ドラゴ、スカイドン、ジェロニモン、キーラと怪獣ステップで活躍中のギガスあたりはまだ認知されている可能性はあると思うんですけど、どうでしょう。ちなみにドドンゴの回のミイラ人間とかテレスドンの回の地底人は今回除外してます。大体の予想はつくとはいえ、この辺りから客観的に見るのが難しくなってきたので、Google 検索の検索結果の件数で大体の知名度がわかるのではないかと思ってそれぞれ調べてみました。その結果がこちらです。ドドンゴ、ガマクジラ、ヒドラ、ギガス、ドラゴ、スカイドン、ジェロニモンは思った通り知名度が高そうなので消してもいいと思いましたけど、ギャンゴとかキーラとかチャンドラが思ってたより少なかったり、知名度がないと思ってた最後が割と件数があったり、いろいろと個人的には意外な結果になっています。この検索結果の件数が全てではないので、これのみで決めるのは違うと思うんですけど、20万件以上ある怪獣は最低でも最下位ではないと思うので消しましょう。はい、結果激戦を勝ち抜いて決勝進出したのがグリーンモンス、チャンドラ、スフラン、ギャンゴ、ゴルドン、ケルニア、キーラ。この中から3体に絞ろうと思います。最終的に3体に絞って、あとは皆さんのコメントでご意見伺いたいと思ってるんで、あと4体は削りたいんですけど、どうしようかな。っていうかかなりそれっぽいメンツになってきましたね。個人的にはこの中で言うと唯一他の作品に登場していてソフビにもなっているチャンドラーと、同じくソフビにもなっていてすでに候補から外れている最後とセットで語られることが多いキーラは候補から外してもいいと思うんですけど、いかがでしょう。一応スフランもセブンに出てますね。てか逆にスフランは3位以内確定でいいと思います。
正直ミイラ人間とかと同じで候補から外そうと思ったくらいなんで、残ったグリーンモンス、ギャンゴ、ゴルドン、ケロニアの中から2体決めたいんですけど、やっぱりソフビになってるっていうのはでかいと思うんですよね。着ぐるみの再利用系の話題でもたまに話題になるし、戦闘シーンの面白さにも定評のあるギャンゴが一番この中だと外してもいいような気がするので、外しましょうか。そして検索結果の件数がダントツで低くて、他の検索サイトでも検索数が少なかったゴルドンは確定させましょう。グリーンモンスとケロニア、これどっちや。緑やな。しかしはい、この泥沼決勝戦に進出した2体についていろいろ比べてみると、当時の視聴率がグリーンモンス界 29% でケロニア界が 38.7%。 さっきの Google 検索の件数もケロニアの方がわずかに多くて、本編以外の派生作品にもグリーンモンスは出たことがないけど、ケロニアはウルトラファイトに出ている。グリーンモンスやな。はい、ということでスター集団の初代怪獣の中でのこのチャンネル的マイナートリオはスフラ、ゴルドン、グリーンモンスという結果になりました。ゴルドンが思っていたよりも世間的にはマイナーっぽくて、最後が思っていたよりは認知されている感があったなということ以外は、まあ大体思っていた結果になりました。皆さんのご意見もめちゃめちゃ聞きたいのでコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。